黒沢組だっていうと力を入れてなんか撮影してるようにみんなが撮るんだけども、他の映画とは別に変わったことはしてないってことだよね。違う作品とやってることは当然同じことしかやってないってことだよね。黒沢さんが絵コンテって皆さんよく見た絵コンテがあると思うんだけども、それを見て今日はこういう感じでいこうっていう一応やるんですけども、現場では仕事の話はほとんどこうやろうこうやろうっていう話はしないです。絵コンテの中に要するに黒沢さんの指示っていうのは全部入ってると思って、もう撮影は各パートはほとんどやってますよね。衣装さんなんかはその柄までやっぱり黒沢さんが描いたなんていうんですか、色調から何か全部やってるっていうのがそういう忠実にやってるんですよね。ああいうことはシナリオっていうのはしまっとくもんじゃなくて現場で使うもんですよね。だから自分のパートで、衣装なら衣装の人とか、やっぱりここはこういうことを着せようとかってやっぱり自分で考えて、やっぱりその黒沢さんと相談すると、ああそれがいいねっていうのもあるし、その前に黒沢さんは俺はこういう色がいいんだっていうのをまたあって、それが一緒になって、だから和田さんなんかはそういうことでものすごく苦労してるわけですよ。この下座がわしの座か。そちはこのわしを何と心得ておる。わらの夫のお父上と。そのシーンの主役があるはずなんですよ、台本っていうのは。それであるシーンが来ると家来が主役の時もあるわけですよ。だからそういう人たちを今度狙うためには要するに中台さんが殿様がいて、それを訴える人がいる場合は2台で狙えば一番簡単に取れるわけですよね、2人だから。ところが3人か4人出てくると今度はその数だけまた増やして取らないと今度処理ができないわけですよね。要するにそのシーンをワンカットで全部撮っちゃうわけですから、その長いショットでワンシーンワンカット撮るかっていうことは、要するにそのワンカットワンカットでこう刻むと何て言うんですか、芝居が切れるんですよね、流れとして。その流れを切らないために要するに台数が必要だってことなんですよね。明治でよくも殿をたぶらかし、無用の策を浪して一文字家を滅ぼしたな。今こそ思い知ったか、女の知恵の浅はかさを。浅はかではありませぬ。親兄弟の恨みのこもったこの城が燃え、一文字家が滅びる様をわらはこの目で見たかった。一番最後の方に次郎が首を切られるところありますよね、座敷で。あれなんかは3ヶ月ぐらいやってるはずですよ、リハーサルを。そういう芝居を作りますよね。それからスタッフにみんな公開っつうと変なんだけども見せるわけですよ。それからだからライティングから何か始まるわけですよ。だからそういうのを見て、どこが重要かっていうことをやっぱりスタッフはものすごく理解ができるわけですよね。それでキャメラのその配置とかそういうものを決めて撮影に入るってことですよ。だから実際の撮影っていうのは10分の撮影だったらそれこそ午前中終わっちゃうわけですよ。だけどそれまでの準備としては今さっき言ったように2ヶ月かかり3ヶ月かかるやつもあれば1週間で終わるやつもあるってことですよね。たとえ太郎一人ではしのいきれぬ大難が起ころうとも、兄弟3人力を合わせれば一文字家もこの国も安泰じゃ。結局は
三兄弟の色ってのは原色なんですよね。三原色なんです。黒澤さんの映画っていうのは要するに何て言うんですか、カラー色彩映画なんですよね。それでだから色を強調して、だから夜でも暗い夜じゃなくて青い夜にするとかね、そういう色彩で表現するっていうのはかなり多いんですよね。普通のレフ板がありますよね。それにビニールを貼るわけで、透明のビニールを。それで自分の好きな色を今度マジックで塗るわけですよ。赤とか青とか。それでその赤い反射を出すとかっていうことはもうしょっちゅうやってましたね。だからそれはラーメンやなんかの合戦やなんかでも次郎の軍は赤、それで三郎の軍は青っていうのはそういうレフを利用してるはずですよ。いやだけど久しぶりにランを見て実際にはものすごい綺麗だなと、当人がそう思っちゃったぐらいだから、やっぱり全体が綺麗なんじゃないですかね。なぜわしはここにいる。なぜ末がここにいる。ああ、鶴丸も。基本的に黒澤さんの映画っていうのはもちろん見てもらうと分かるんですけども、やっぱり自分の絵の中にあるものはみんな見せようって人なんですよね。だから要するに小津映画ですよ。小津さんは全部50ミリで撮るわけですよ。それでその中で小津さんじゃないけどもそのレンズの中で表現するわけですよね。そのレンズの、中っていうよりも映る範囲で表現するわけですよ。それこそ市民権、あれは全部広角で撮ってるんですよね。それはなぜかっていうと、主役が手前に置いてバックに全部いろんな場所を見せようかっていう効果が出るわけですよ。だからそれはさっき言った黒澤さんと一緒で、ピントが要するに映るものが全部合ってるっていうことは、やっぱり市民権でも全部バックから何かを見せたかったってことですよね。台本っていうのは何のためにあるかってことは、晴れって書いてあったら晴れなんですよ。雨って書いてあったら雨なんですよ。それをごまかして撮るか自然を利用して撮るかの差ですよね。難しかった証言ってのは通用しないですね。難しいからやめるとかってことじゃないから、要するにお金が普通の日本の映画よりは使ってるわけですよ。それと普通の映画、日本映画よりも時間も使ってるわけですよ。この時間とお金ですよね。だからお金だけが来てもやっぱり考える時間っていうのが必要だからやっぱり時間っていうのが必要なんですよ。それはね、だからさっき言ったように黒澤映画ってやる映画じゃなくて見る映画なんですよ。それはねいろいろ解釈がありますよ、皆さんはね。だから言っている意味が裏はきついんだろうなとかいろいろ考えますよね。本当はさっき言ったように金を出してない映画の方が大変なんですよ、同じ効果を出すためにはね。だから黒澤さんの映画は楽ですよ。それこそ雨って書いてあったら雨が降るまで待つわけですから、晴れって書いてあったら晴れるまで待ちゃいいわけですよ。そしたら台本でこうやってスタッフが今日は晴れなきゃやんないよってのはもうみんなで分かるわけですよ。だからそういう意味では楽なんです、気分的にね。黒澤さんだからとして黒澤さんの仕事だからって特別なことをやってないってことですよね。だから結局は黒澤以外の仕事をする時が違うことやってるかってことはないわけですよ。やっぱり黒澤さんと同じやり方をしてるわけですよ。やっぱりね映画っていうのは考えさせるのは本当はそうなんだけども、やっぱり映画っていうのは楽しまないといけないんですよね。